こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は令和8年度の業務改善助成金の概要が公表になりましたので、その内容を解説をしていきたいと思います。この業務改善助成金、比較的よく使われる助成金の一つではあります。では、どのような目的のために使うのかというと、ただ設備投資をするというわけではなく、最低賃金を満たすために設備投資によって最低賃金以上の賃金を支払う企業を助成金で支援をするというものになっております。従いまして、今回令和8年度の業務改善助成金は2026年10月の予想ではありますけれど、最低賃金引き上げに合わせて自社が最低賃金を満たすことができない恐れがある場合には今から準備をしていって設備投資を行い、そして賃上げを引き上げていく。そしてそれを支援をするのが業務改善助成金という形になります。まずは今回の概要ですけれど、業務改善助成金とはどのようなものなのかについてまずは見ていきたいと思います。その上で年々引き上げられる最低賃金、どのような推移を経て今現状に至っているのか、そして今後はどのようになるのか。また、令和8年度において業務改善助成金改正がありましたので、令和7年度に比べてどのように変わったのかを見ていきます。そしてこの業務改善助成金を活用することで支給をされる助成額、そして設備投資への助成率について見ていった上で、業務改善助成金申請のポイント、そして注意点について解説をしていきたいと思います。まずは業務改善助成金はどのようなものなのかですけれど、中小企業、小規模事業者の生産性向上のための設備投資を後押しするものであります。そして、なおかつですね、事業場内の最低賃金が令和8年度、今現状まだ公表されておりませんけれど、令和8年度の地域別最低賃金未満の場合、そしてそれを50円以上引き上げる。この場合に助成金で支援をしていく。設備投資としては生産性向上を目的として設備投資、POS システムなどの設備投資を想定をしております。そして令和7年度の引き上げは30円でしたけれど、令和8年度の引き上げは50円と、さらに引き上げ額が引き上げられているという状況になっております。では、最低賃金を満たすために設備投資を行い、そして業務改善を助成金を申請する企業、どのくらいあるのかと言いますと、こちら都道府県別に公表されているものになりますけれど、東京都で発表しているものであれば、令和5年度においては1300件、そして令和6年度は1600件、令和7年度は1700件の申請件数があり、年々増えてきている状況。したがって、年々引き上げられる最低賃金を満たすのが、非常に中小企業は厳しくなってきているので、業務改善助成金を活用して設備投資を行っているという現状が読み取れるかと思います。ではですね、この業務改善助成金での設備投資ですけれど、こちらどのようなものに活用できるのかということですけれど、まずですね、機器設備の導入でPOSシステム、リフト付きの特殊車両等の購入、また経営コンサルティングとして国家資格者による顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直し、そして顧客情報のシステム化、これらについてが対象経費としてなります。手続きとしては、まず賃上げの計画を作っていただいて、そしてそれに伴い設備投資計画も合わせて事前に計画申請をして、承認がされた場合は取り組みを行い、その結果ですね、業務改善助成金が最大600万円支給されるというものになっております。ではですね、この業務改善助成金は最低賃金をクリア、満たすために支援をするというものになっておりますけれど、近年の最低賃金の状況を見ていきたいと思います。2002年時点では663円でしたけれど、2025年、令和7年度においては、全国加重平均で1121円ということで、前年に比べて66円の引き上げ。こちらは毎年のことではありますけれど、過去最大の引き上げとなっております。
そしてですね、ようやくすべての都道府県での最低賃金が1000円以上になったという状況になっております。ただですね、2025年の最低賃金引き上げ、かなり従来とは変わった形でして、通常はグループ別に引き上げ目安というのが示されるんですけれど、このグループ区分というのを超えて大幅に引き上げるグループも出てきたという状況。またですね、通常は10月の中での発行という形になりますが、この発行に関しても各都道府県で足並みが揃わず、場所によっては最大6ヶ月のズレで2026年の3月に引き上げをしているという都道府県もあり、かなり混乱をした状況。そして2026年10月の最低賃金引き上げに関しても今議論が進められておりますけれど、どのようになるかというところが動向注目という形になります。そして過去最大の引き上げを行った最低賃金ですけれど、これでようやくですね、2026年1月2月に関しては実質賃金がプラスに転じております。これは実に13ヶ月ぶりという形になっておりますが、ただですね、皆さんご存知の通り、昨今の中東情勢による原油高というのがありますので、これによってまた生活物資、各生活消耗品等の値上げというのが計画されております。それによってまた実質賃金マイナスに落ちるのではないかという恐れもあります。こういった部分を含めて2026年10月の最低賃金の引き上げ目安、どのようになるかというところに非常に注目が集まっております。そしてですね、令和8年度における改正点ですけれど、大幅な改正はないんですけれど、コース区分がまず一つ変更になっております。従来は4コースあったんですけれど、こちらが3コースに統合されており、引き上げ額の区分としては50円、70円、90円の3コースになっております。また、令和7年度においてはかなり最低賃金の引き上げ混乱をしたところもありまして、特例でですね、賃金引き上げ後の申請というのが可能になっておりましたが、令和8年度に関してはそれは不可となっておりますので、令和7年度のつもりで賃上げをしては、業務改善助成金の支給を受けられないことになりますので注意が必要。また、賃金の引き上げ対象労働者ですけれど、こちら雇用保険の被保険者であることというのが明記されましたので、雇用保険の被保険者の賃上げに対して行う助成金という形になります。またですね、対象助成経費として特例で認められていた自動車ですね、特殊用途自動車を除くんですけれど、この自動車に関しましても、もう対象外となりましたので、非常にこの業務改善助成金を使って、車両が欲しいという企業もあったんですが、今後はですね、対象外となりましたので注意が必要です。このような形で令和8年度の業務改善助成金改正変更点がありましたけれど、では結果として令和8年度の業務改善助成金の助成額と助成率はどのようになっているのかですけれど、こちらはですね、コースとしては全部で3区分あるという形。そしてこの業務改善助成金はですね、賃上げの幅、そして人数によって助成額が変動をしてきます。またですね、人数の規模によって少し引き上げ額、助成額というのは引き上げられているという状況になっております。またですね、助成率も事業場内の最低賃金がいくらかによって変わってきております。事業内最低賃金が1050円未満の場合は助成率が5分の4ということで、通常の4分の3よりも引き上げられ高い助成率が適用されるという形になっております。また、特例事業所としてですね、原油高等の高騰によって、非常に経営が厳しいというところに関しては、一定の資料を提出することで、特例事業者として認められるということでしたけれど、こちら、その特例事業者としての判定要件が変更になっておりまして、従来はですね、直近3ヶ月のうち任意の1月という形になっておりましたが、こちらは直近の6ヶ月平均に変更になっておりますので注意が必要です。
この、物価高騰等の要件を満たすことによって、設備投資の対象ケースとして、通常は認められない、パソコンですとか、スマホ、タブレットも対象になるということになっております。このような形ですね、業務改善助成金、非常に細かく分かれているので、自社がいくら引き上げていきたいのか、対象労働者が何人いるのか、そして今の経営状況はということで、かなり助成額、助成率も変わってきてしまうという状況になってきております。ではですね、この業務改善助成金申請する上でのポイントについて見ていきたいと思います。この業務改善助成金、今現状、2025年10月の最低賃金が適用されている状況ではありますけれど、今現状最低賃金を下回っている企業に対しては業務改善助成金ではなく最低賃金法違反になってしまいますので、まずは今現状の最低賃金をクリアするように早期に賃上げを行っていただきたいと思います。実際ですね、労働局の方の、最低賃金の履行確保の監督指導結果というのが公表されておりますけれど、この違反率ですけれど、全国平均でいきますと約10% の企業が最低賃金を下回っている状況となっている。また、東京に関しては最低賃金非常に高い金額になっておりますので、その結果約 15% ほどの企業が最低賃金を下回っているという結果が出てきております。業種としては多いのが飲食店と言われておりますけれど、やはりですね、この全国の 10%、東京都の 15%、最低賃金クリアをするために何かしら施策を講じなければいけないという形になっております。そして最低賃金を引き上げるための施策を行うわけですけれど、こちらはですね、令和8年度、2026年10月以降に適用になるかと思いますけど、その引き上げ予定の発行日の前日までに行う必要があります。発行日において最低賃金を満たしていないと最低賃金法違反になってしまいますので、発行の前日までがタイムリミットという形になっております。そしてですね、申請期限に関しては、2026年の9月からとなっております。だいたい9月になりますと、最低賃金審議会の方から引き上げ目安というのが出てきますので、これをもって申請の準備を進めていくという形になっておりまして、申請期限は9月から11月までとなっております。ただしですね、こちら業務改善助成金申請件数非常に多くなっておりまして、例年、申請期限を待たずに早期に締め切るというケースが出てきております。2026年においてもですね、場合によっては10月頃に締め切る可能性がありますので、今からですね、今現状の賃金額を確認をした上で、引き上げに備えた設備投資の案というのも検討しておく必要があります。まずはですね、これからの準備になりますけれど、今年度の最低賃金引き上げに備えて、設備投資計画、そして今現状の賃金状況というのを把握をした上で、業務改善助成金申請に向けた準備、計画を進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。